ジナあとは何かスープ私スープ言ったんですけど実はスープできないかな難しい。バーバラ私バーバラと言います。バーバラ皆さんこんにちは。今日は海岸からちょっと動画したいと思います。もう9月になったんで水曜日の4日ですがもう秋っぽいって感じ秋っぽいって誰も言えないびっくりしましたちょっと、でも天候も少しだけ涼しくなってきたんでちょうどいい感じだと思います。今泳んだばかりということですみませんちょっと濡れてるでも本当に涼しくて、スピンフェイスでこの感じです。今日はね2つのロシア語授業あってアメリカ人と日本人と海岸まで行ってきました。今日の動画はちょっとカタカナの問題について多分みんなはねなぜ海岸でカタカナの話したいのか関係ない海岸とただ毎日海岸に行くからでも最近はねカタカナの問題発音とかカタカナの発音いろいろ問題いろいろ難しいところを気づいたのでどういう問題のか教えたいと思います。なぜ今こういう問題を気づいたのは多分はねちょっと少しだけ日本のレベル上がってきましたんで今は本当に小さいところ、ちょっと細かいところもし問題あれば小さいところすぐに気づくね。前は本当に全部のレベルは低くて難しいところ弱いところいろいろありまして漢字も単語も足りなくて文法的にもいっぱい問題いっぱいミスしてて別にカタカナ大丈夫だと思ってね今はね普通の話できますのでただカタカナの言葉使ったらフレーズでカタカナの言葉言ったら向こうから理解できなくてと思っててカタカナだと外国人として一番簡単というイメージするんですね。日本語の言葉じゃないから全部の意味わかるから英語を勉強しましたんでそうですね一番簡単だと思って一番シンプルなところと思ってたんですが実は発音難しいでも日本語書くの時本当に難しいところいっぱいあった毎週テストあったし文法も単語も漢字もだからカタカナを勉強する時間ほぼなくて、漢字も漢字を勉強する時間本当に足りなくてねカタカナの書き方覚えなかった特にはね超音符長い音込めてるカタカナ例えばジーナ
私はね、相手にジナと言いましたんですが、ジナどういう意味ですか？そうですね、私にとってほぼ同じって感じ、ほぼ一緒。でも日本人はもし発音合ってないとわからない。他は何かあるのか。あったプール7月、前のセターの動画ミュージックフェストに行った時にプールあったんじゃないそしたら私ずっとプール行ったんですね。あとは何かスープ私スープ言ったんですけど、実はスープできないかな。あとはパチ。私前はずっとパチと言いましたんですけど、パチ難しい。今日こそ授業の時、私初心者の生徒にちょっとロシア語の発音教えた時に、カタカナどうなるのか、ちょっと英語で発音書いてたんですが、やっぱり日本人なので多分カタカナ一番分かりやすいのかな。私時ちょっと疑いありました。なぜかというと、ロシア語で D という音あります。 D とか V とか D あなた、 V とかあなたたち。だから本当にローマ字でこういう発音書けない伝えられないので、じゃあカタカナどうなるのか、その後確認したんですが、本当にカタカナちょっと難しいだと思います。他はカレーとか、カレーね、食べ物、私ずっとカレーと言ったんですがカレーと言います。こういう言葉の例文何個もあるだと思います。バーバラ、私バーバラと言います。バーバラ、チョンプではないんですが、ちょっとダブル音みたいな。悲しいとか、私悲しいと言います。楽しいと言いますので、これも結構もうこういう正しくない発音になれたんで、多分調整難しくなる。ずっと気づかなきゃいけないんですね。ずっとこういうところを気をつけなきゃいけないと思います。カタカナの言葉の書き方わからないと正しい発音できないと思います。なのでこういう問題になりました。皆さん未来にも他の日本語の学習問題について教えたいと思います。見てくれてありがとうございます。じゃあね。